こんにちは、ミキティです。今回私たち夫婦は2月に山形県の蔵王温泉を旅行してきました。この動画では蔵王温泉街でおすすめな場所、グルメやお土産、旅の様子などをご紹介していきますので、最後までお楽しみください。おはようございます。伊丹空港でモーニング。ここでなんとお金を拾いました。1万円札があんなに落ちてるのは初めて見ました。お店の方に渡しましたが、持ち主さんの元に戻るといいですね。さて、バスに乗って飛行機まで行くスタイル初めてです。行ってきます。伊丹空港から美味しい山形空港へ約1時間弱のフライトです。この日はバレンタインだったのでチョコがもらえました。見てください、この景色。雪が積もった山々がとっても綺麗で最高です。こういう素敵な景色が見えるから旅はやめられません。上空からの景色に2人ともテンション上がってマックス。そんなこんなで山形空港に無事着きました。ここはどこですか？美味しい山形です。美味しい山形。JAL のツアーの方のところへ。ここから乗り合いタクシーに乗って蔵王温泉街に行きます。これ本物？桜。春ですな。2月に桜が見えて嬉しい。ました。乗り合いタクシー、今までも利用してきたけど乗り合いになるのは今回が初めてでした。空港から蔵王温泉街までは車で約50分ほど。途中大きな鳥居をくぐっていきます。山高バスターミナルが見えてきました。ここが目的地です。蔵王温泉街に到着。結構雪が降ってます。まずは蔵王温泉街の高湯通りへ。今年は道に雪がなくて歩きやすい。そして温泉の匂いがします。右側にあるのはお土産屋さん。蔵王温泉は開湯1900年と伝えられ、山形県内で最も古い歴史を持つ温泉地。5つの温泉群と47の源泉があり、1日8700トンものお湯に恵まれています。温泉街は湯煙と硫黄の香りに包まれています。まずは最初の目的地に到着。山口餅屋さん。旅行に来るといつもここに来ます。つきたての柔らかい美味しいお餅がいただけるのです。いざ入店。店内はにぎわっており、テーブル1席だけ空いていました。名物はくるみ餅。メニューは定食、単品があり、お餅の種類も多く迷っちゃいます。定食にすると雑煮と2種類のお餅を選べます。これに決めた。餅定食が来ました。くるみ餅、ずんだ餅、雑煮、お漬物がついています。こちらが名物くるみちゃん。こちらはずんだくん。そしてメインの餅雑煮です。この中にお餅がなんと3つも入っているのです。
くるみとずんだのお餅を合わせると全部で9個。お餅が多いと感じるけど美味しくてペロリと食べちゃいます。大満足。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。餅屋さんを出た後は一旦旅館へ向かいます。山形には毎年スノボー旅行できて、泊まる旅館はいつも同じだけど、今回は予約がいっぱいで取れず初めて行く旅館になります。今回泊まる旅館がこちら、名湯屋そうです。旅館のお部屋、お料理、温泉などは次回の動画で紹介していきますので、楽しみにお待ちくださいませませ。山形着きました。蔵王温泉。これからお土産を先にね、はい買いに行きましょう。買いに行きましょう。山の上にあるんですね、ホテルは。そうじゃ。ここからの歩いて7分かな。ホテルからゲレンデには歩いて7分ほど。気になる看板を見つけました。山形名物芋煮は知っていましたが、ひっぱりそうめんは初めて知りました。後で調べてみると、納豆やサバ缶などで作ったタレでそうめんを食べるそうです。引っ張るの意味は釜から麺を引っ張る、納豆の糸を引くなど諸説ありだそうです。どんな味か食べてみたいですね。そんなこんなで私たちは樹氷通りへやってきました。気をつけて気をつけて。雪の上を歩くときは気をつけねば。一番お目当ての食べ物が売ってるであろうお土産屋さんへ。一通り探してみたけど見当たりません。お店の方に聞いてみることにします。すみません、なんか葉っぱみたいなのに味噌が入った食べ物。葉っぱに味噌。しそ巻き。しそ巻き？しそ巻き置いてねえな。置いてないですか？そうなんですね。葉っぱ、大葉に中に甘辛い味噌が。そう。この辺どっか売ってないですかね。置いてね。お土産屋さんでどこさんべ。なさそうですか？もしあれならロープウェイの向かい側にまた大きなお土産屋さんがあるので、あそこならあるかもしれない。そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。普通宇治で作るから、もし下さ降りるんだらスーパーとか。こんにゃくある。こんにゃくある。4つください。はい。スーパーとかほいなとこで。そうなんですね。お願いします。親切なお店の方がいろいろ教えてくださってよかった。お土産屋さんになかったらスーパーで買えるんですね。蔵王中央ロープウェイの向かいにあるお店、新左衛門の湯。ここに入ってみます。さてここにはあるでしょうか？なかなか見当たりません。これ買いたいな。これじゃん。これじゃ。しそ巻きあった。あった。これが美味しいんですよ。しそ巻き見つけれてよかった。ご飯と一緒に食べると最高なんですよ。お土産用と我が家用に買いました。蔵王の森連六豆はポリポリと美味しくて食べ出すと止まらなくなります。他のお土産のおすすめはこのお店にはなかったんですが、山形さくらんぼキララというさくらんぼが入ったゼリーです。ぜひお土産にどうぞ。買えてよかった。あとは
お酒も絶対買わねえけどな。これからまた高湯通りに戻ります。ウイスキーのリュックにどんどん雪が積もってます。高湯通りへ戻ってきました。こちらは共同浴場。足湯、冬はしてないようです。毎年来てるのに忘れる私。暑い？ぬくい？あ、気持ちいい。浸かりたい。蔵王温泉には3つの共同浴場があり、こちらは下湯共同浴場。大人200円、子供100円で入浴できます。心得をしっかり読んで入浴しましょう。酒屋に来ました。山形の地酒。お酒が好きな両親に買って帰ります。男山酒造さんの純米原酒にすることにしました。お酒以外にもリンゴジュース、ラフランスジュースなどがありました。次の目的地は今年1月にオープンしたばかりのパーラーに向かいます。ちょっと空いたかな。あの時が多かった。みんな青いけん思って早く来よう言ってな。それが重なって、はいはいはい、裏目でございます。パーラーに着きました。しかし空いていないようです。残念。でも最終日に行けたので後でまた登場します。お楽しみに。私たちが毎年泊まる旅館が右上にある大宮旅館です。来年は絶対またここに泊まる。そしてここには蔵王で一番歴史のある上湯共同浴場があります。前方に見えてきたのは須川温泉神社。いつもここまでは来るけど雪がすごすぎて上まで登れたことはありません。さて今年は登れるでしょうか。大宮旅館に泊まった時は歩いて上野大ゲレンデに行ってスノボーをしました。蔵王温泉スキー場は本当に広いのでおすすめです。須川温泉神社は古来より長い間この地に鎮座してきた由緒ある神社です。ひたすら長い階段が上がる？上がるよ。よし。テンプル貸そうかな。坂みたいになってるんだ。やめとこう。ということで断念しました。今年もイケメンなんだ。できれば冬以外の季節に行きたいなと思いました。夕方になるとライトアップして幻想的になります。上に登れなくてもここに来るのはおすすめです。後で分かったのですが、この階段は200段以上あるそうです。この季節に登るのはなかなか難しいですね。須川温泉神社は家内安全、厄難生寿、縁結びなどのご利益があると言われています。蔵王温泉街に来たらぜひ立ち寄ってみてください。旅行の最終日はとてもいい天気になりました。ゲレンデに行く途中に見えた景色が最高すぎた。蔵王のゲレンデも過去一いい天気でした。初日に来れなかったパーラーにやってきました。店内の壁には高湯通りの絵が描かれています。こちらのパーラーはレトロなソーダ専門店、そしてプリンも販売しています。好きなプリンを桶で取るスタイルです。私はチョコレートプリンにします。
全部で9種類あるので悩みますね。抹茶プリンにしたようです。ソーダも決めてこちらでイートインします。すごい桶に入ってる。ストローがナイスキャッチなウイスキー。後ろの壁の絵と相まってこれはインスタ映えだ。まずはプリンからいただきマンモス。蔵王の新鮮な卵や牛乳をたっぷり使用したプリン。プリンの中でお星様が輝いています。チョコレートプリン美味しかった。ソーダのフレーバーはさくらんぼにしました。シュワシュワ美味しそう。この丸いもの何だと思いますか？正解は白玉ちゃんです。プリンもソーダも美味しかったな。ごちそうさまでした。冬に蔵王温泉に来たらぜひ行ってほしい場所があります。蔵王温泉スキー場の山頂に上がり樹氷を見てほしいのです。山頂はマイナス11度。スキー・スノボをしない人も来ることができるので、超絶暖かい格好をして山頂に来てください。山頂に着いたらまず幸せの鐘を鳴らしましょう。はい、開運の鐘。私も開運します。みんなも開運の鐘鳴らしてね。蔵王国定公園。蔵王山頂過去一視界良好です。そして次にすることは2メートルの地蔵様を見ること。頭がちらっと見えてきました。去年より埋まっていて掘り起こした跡があります。2メートルの地蔵様が埋まるほど雪が積もるってすごいですよね。別世界のようで違う惑星に来たようです。ロープウェイの建物の上にある展望台。ここからの景色もとても綺麗に見えました。樹氷のそばで写真も撮ってみてね。さてさて、旅も終わりを迎えます。蔵王温泉街いかがだったでしょうか。温泉にグルメに樹氷、見どころいっぱいな蔵王温泉。何度来ても大好きな場所です。この動画を見てくださった皆様ありがとうございます。このチャンネルでは美味しいグルメや素敵な景色をこれからもお届けしていきたいと思っております。高評価、チャンネル登録して応援していただけるととても励みになり、とっても嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。